はい、皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さん、お元気でしたか？僕はね、いつでも元気です。はい。今日の僕はね、前回ポッドキャストをやってた時の僕と違うんだけど、みんなその違いに気づいた。いや、わかんないよね。実は、上の歯に歯列矯正の器具をつけました。はい。もともと下の歯にね、矯正の器具っていうのはついてたんだけど、上の歯にも下の歯にも矯正の器具がつきました。はい。だからこれからね、僕の歯並びがどんどん良くなっていくので、みんな楽しみにしててくださいね。うん。ポッドキャストをやっている僕の立場からすると、矯正器具をつけたら滑舌が悪くなるんじゃないかなとか、そういう不安はあったんだよね。だけど、今こうやって喋っている感じで、あまり自分滑舌が悪くなったなとか、そういうことは感じないな。うん。当然ね、下の歯の矯正器具っていうのは、ずっとずっとついてたんだけど、話しやすさはね、それほど以前と比べて変わらなかったから、うん。だからみんなへの影響はあまりないです。はい。みんなへのね、影響はあまりないんだけど、最近僕は、矯正器具をつけました。はい。で、前回僕がポッドキャストを録音した時は、確かね、僕、半袖を着てたんじゃないかな。うん。でも僕は今ね、長袖を着てます。確か、前回生放送をした時は、長袖を、着てたんだけど、こういった事前収録の、ポッドキャストではね、初めて僕は、長袖を着てます。うん。前回の生放送と、の時に着ていたね、服と同じ、このパーカーを着ております。はい。僕もね、いつも僕がポッドキャストを撮るときは、白色のね、T シャツとか、真っ黒な T シャツとかを着てたんだけど、それ以外の服も僕は持っているよっていうことをね、こうやってみんなにアピールしておかないとさ、こうやってね、僕の動画を見てくれてる人は、あれ、二郎さんってもしかして服2着しか持ってないんじゃないとか、そういう風に考えちゃうじゃん。だから僕もね、僕も服たくさん持ってるよっていうことをみんなに伝えていかなきゃいけないと思ってね。で、最近はね、ありがたいことに、チャンネル登録者数が9万人に到達したんだよね。で9万人ってさ、すごい多い人数でしょ。だってね、確か、東京にある東京ドーム。よく、有名なアーティスト、海外から来るような有名なアーティストがコンサートをするような東京ドームは、1回の公演で5万人の人が入るらしいんだよね。で、5万人の人が入るっていう、東京ドームに一度に5万人の人が入るってことは、僕の YouTube チャンネルを登録してくれている人は、東京ドームに入る人数の約2倍っていうことだよね。それだけたくさんの人が僕の、ポッドキャストを見てくれてるっていうことは、多分だけど、ファッションに対して、厳しい視線を向ける人もいると思う。正直そういう人もいると思うよ。うん。だから、ファッション詳しい人、ファッションが得意な人もいると思うんだよね。だからそういう人はね、ぜひ僕にコメント欄で、二郎さん、こういう服を着てみたらどうですかとか、そういう風にね、いろいろ提案してほしいわ。うん、よろしく頼む。うん。
僕もね、20代で社会人ですから、ちゃんとね、ファッションに対してはね、気を使っていかないといけないなとか、そういう風に思ってるんだよ、実はね。だって、なんだろう、街中でさ、この人の服おしゃれだなとか、この人の着こなしいいなとか、そういう風に思う時ってさ、この人って日常生活も規則正しいいい生活してるんだろうなとか思うじゃん。やっぱり社会人として、信頼を得るためには、その身だしなみもちゃんとしなきゃいけないよね。うん。で、僕は身だしなみをちゃんとするの結構苦手なんだよ。だけどね、僕には今、なんと約9万人の視聴者がいるということで、そんな皆さんにいろいろアドバイスをもらっていこうかなとか、そういうふうに思ってるわけよ。うん。だからみんなね、いろいろアドバイスをコメント欄でアドバイスをコメント欄で書いてくれたらとても嬉しいなと。そういうふうに私はね、思っております。はい。さて、今日はね、どういうお話をしようかなというふうに考えたんですが、やっぱり季節が変わったこの時期はね、風邪についてのお話をしないといけないなと思いますよ。やっぱりね、北半球に住んでいる方、僕のチャンネルをね、たくさん見てくれていると思うんですよね。ニュージーランドとかね、オーストラリアとか、南アフリカに住んでいる方は、これからね、夏に入るということで、冬なんてもう関係ないよっていう感じだと思うんだけど、北半球に住んでいるそこの君、うん。北半球に住んでいる君たちは、これから冬が始まるじゃん。うん。で、こういう季節の変わり目はやっぱり風邪をひきやすいよね。うん、だから、風邪についてお話ししようと思います。でさ、前回の僕のね、ライブ配信でも話したんだけど、僕はね、風邪をひきました。もう久しぶりに結構辛い風邪をひいたから、そのことについて話していきたいなって思うわ。うん。風邪って辛いよね、やっぱり。やっぱり元気であることが一番じゃん。やっぱり人生において、楽しく生きようと思ったら、常に元気で健康でいなきゃいけないと思うわけよ。でさ、ある日僕が風邪をひいた日は、うん、なんかね、ジムに行く記憶がなくなってたんだよね。僕はね、結構な頻度でジムに行ってトレーニングしてるんですよ。で、今日もね、トレーニングしてきました。今日はどこの筋肉のトレーニングをしたかっていうと、肩の筋肉をね、トレーニングしました。いろいろあるよね。僕ね、ウェイトトレーニングのその種目名を覚えるの苦手でさ、多分筋トレをしている方もいると思うから、こういう筋トレのメニューをやりましたとか言いたいんだけど、その種目名を忘れちゃうんだよ。で、どういう名前だったっけな。こういうのとか、こういうのと、ショルダープレスとかね。そういうトレーニングをしましたよ。今日は肩の筋肉を鍛えようと思ったので。でさ、普段だったらね、僕は体元気だから毎日ね、楽しく筋トレをやっているわけなんだけど、その日はね、なんと筋トレする気力が起きなかったんだよ。なんか今日元気ないなと思って。で、普段だったら筋トレするのに、あれ、今日はもしかして筋トレしたくないかもなって思ったんだよね。で、これがまず僕にとっての異常なポイントなわけよ。なんとなく元気がないな、おかしいなっていう風に思ったわけ。いやでも気のせいかなっていう風に思ったんだけど、で、そっからね、その日一日過ごしていくと、どんどん元気がなくなっていくわけ。あれ、今日もしかしてシャワーを浴びるのもめんどくさいかもしれないなとか、そういう風に思ってきて、その時に気づいたんですよ。うわー、これ風邪のひき始めだって思ったんだよね。で、その次の日に僕は友達と夜ご飯を
食べる約束をしてたんだよ。で、その友達も、本当に久しぶりに会う友達。その海外の友達なわけ。で、日本に来る機会もあまりないから、夜ご飯食べるのを楽しみにしてたんだけど、うわ、風邪ひいちゃったよ、とか思ってね。で、風邪ひいたら、明日の夜ご飯までには治ってるだろうなって思ったわけ。うん。で、ウイルスって、その乾燥している空気で繁殖しやすいっていう風に聞くから、加湿器を買ってね。そうそうそう。最近加湿器買ったんだよ。冬すごいからね、乾燥が。で、加湿器買ってあったので、その加湿器をつけて、で、暖房もつけて、で、寒くならない暖かいいい環境に室内をして過ごそうとしたんだよ。で、水もたくさん飲んで、ご飯もたくさん食べてっていう風に、いろいろね、体調に気を使って一日を過ごしてたんだけど、夜になればなるほど体調が悪化してくる。で、もしかして僕今日寝ることしかできないなって思ったわけ。でもさ、たくさん寝たら体調って回復することあるでしょ？うん。だから僕はそれを信じて、よし。今日はたくさん寝て、明日の夜ご飯には行こうって思ったわけ。で、何時ぐらいだったかな？多分、夜の10時ぐらいにはもう眠りについたと思うんだよね、僕は。で、眠いました。布団で寝たんだよ。で、きっと目が覚める頃には体調がのぼ体調が治っていて、気持ちよく朝を迎えられるだろうなっていう風に思ったんだよね。ただね、その次に目が覚めたのは、朝の6時ですよ。朝の早朝の6時に目が覚めて、もう本当に辛かったんだよ、その時。多分だけど、体温が38度超えてるなっていうぐらい辛かったわけ。うん。で、その時点で、今日の夜、友達と夜ご飯は食べれないなって思ったわけ。悲しいけどね。本当に悲しい決断をしたんだけど、で、実は、その夜ご飯は3人で食べる予定だったんだよ。その海外から来た、国名を言うと韓国の友達だね。韓国の友達と日本の友達と僕の3人で夜ご飯を食べる予定だったんだよ。で、夜ご飯を食べるために、わざわざ日本人の友達が、レストランを予約してくれてたわけ。で、レストラン予約してくれてるけど、僕は体調が悪いから行けないって思って、えー僕はね、その時にその友達に連絡しました。ごめんなさい。今日はもう本当に体調が悪くて行けませんっていう風に連絡をしました。そして、僕がね、レストランの予約のキャンセルの連絡はレストラン側にしておくから、えーごめんだけど行けませんっていう風に言いました。そしたらね、友達は優しく、大丈夫、最近風邪が流行ってるからね、気をつけてねっていう風に言ってくれたんだよね。もうほんと優しいな、この人、と思って。で、本当はね、当日のキャンセルって、キャンセル料がかかるわけよ。キャンセル料がかかっちゃうなと思って、その日、そのレストランに電話したんだけど、あ、え本当だったらキャンセル料いただくんですけど、風邪をひいてしまったということで、今回はキャンセル料いただきませんっていう風に、すごい優しい対応をしてもらって、で、僕はね、安心して、その日寝ました。だけど、その日がね、一番辛かったね。絶対に体温が38度は超えてたと思う。うん。で、僕の体がね、多分ウイルスと戦っていて、体温が上がったと思うんだけど、本当に辛かったな。でもね、やっぱり自分のエネルギーの源って食事とか睡眠でしょ？だからどうしてもご飯は絶対に食べなきゃいけないなと思って、ご飯はちゃんと朝ごはん、昼ごはん、夜ご飯食べたんだよ。で、あとね、
体調が悪い時に何を食べたらいいかなっていう風に考えて、いや、これ、最近、僕、フルーツ食べてなかったなって思ったわけ。うん。最近僕全然フルーツ食べてなかったんだよ。でも、こういう時って、ビタミンが体にいいんじゃないかなと思って。で、ネットで調べてみても、ビタミンは体にいいですよっていう、そういういい情報ばっかり出てきたから、僕はね、久しぶりに果物を買いに行きました。多分ね、自分一人のためだけに果物をスーパーに買いに行ったのって、多分1年ぶりとか1年ぶりとかだったと思うんだよね。うん。だから、スーパーに行って、みかんを買ったんだよね。で、みかん10個入りのみかんの袋を買って、多分一気に3個ぐらい食べたと思うんだよね。で、それが理由かわかんないんだけど、次の日にはね、体の状態がマシになってました。ただね、体調が、全開したのはその2日後ぐらいかな。うん。だから嫌だよね、風邪って。で、僕はね、これ、みんなには真似してほしくないんだけど、僕ってめんどくさがり屋なんですよ。で、風邪ひいたらさ、絶対に病院に行った方がいいじゃん。病院に行って薬をもらった方が絶対に風邪は早く治るんだよね。ただ僕は病院に行くのすらめんどくさかったわけ。うん。だからもしかしたら、インフルエンザだったのかなって思うんだよね。今ね、日本でインフルエンザめちゃくちゃ流行ってるよ。みんなの国でもさ、インフルエンザって流行ってる。多分今ね、コロナウイルスより流行ってると思うんだけど、日本でインフルエンザが。まあでも、そうだな。僕は多分インフルエンザだったんじゃないかなって思うんだよね。うん。で、病院に行ったらさ、自分がインフルエンザがインフルエンザじゃないかっていうのを、ちゃんと検査してくれるでしょ。ただ、僕はめんどくさくて、病院に行ってなかったので、自分がインフルエンザだったのかどうかっていうのは、全くわからなかったんだよね。うん。多分インフルエンザだったんじゃないかなって思うんだけどね。どうなんだろう。うん。薬局とかでも売ってるよね。その自分がインフルエンザかどうかっていうのを検査するキットは売ってるんだけど、なんせ僕はめんどくさがり屋なので、そういう風にね、検査キットを買いに行ったりとか、そういう行動はしなかったんだよね。うん。でね、こうやってウイルスって流行ることあるでしょ。記憶に新しいところだと、コロナウイルスがさ、2020年くらいにすごい流行ったでしょ。で、今、冬の季節だからインフルエンザが流行ってる。日本だとね。で、そういう時って、日本人はね、他人にその自分の持っているウイルスを移しちゃいけないっていう風に考えることもあれば、でも仕事を休んじゃいけないっていう風に考えることもあるんだけど、日本人はね、基本的に他人に対して迷惑をかけちゃいけないよねっていう、そういう文化を持ってるから、コロナウイルスの時は大変だったんだよね。日本って多分世界の中でもコロナウイルスに対して結構厳しい姿勢を貫いていた国の一つだと思ってるんだけど、コロナウイルスって2021年ぐらいになったらさ、結構世界的にも、コロナウイルスと共生していきましょうみたいな感じになってたでしょ。2020年の頃はさ、外出制限とかがたくさんあったけど、2021年になったらね、どん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 そういった雰囲気も薄れていった。ただ日本は2021年に入っても、マスクの着用が義務付けられていたりだとかね。人と人の間隔は空けましょうとか。そういうふうにコロナウイルスに対して、
自分たちでね、そのコロナウイルスを流行らせないようにするぞっていう、そういう意識がすごい強かったと思うんだよね。だから、そんな時に僕はね、びっくりしたことがあります。なんと僕はね、その頃に、海外に留学しました。僕はヨーロッパに留学したんだよね。その時に全然違ったんだよ、日本と状況が。日本ではね、マスクは絶対につけなきゃいけないし、飲食店では、会話しちゃいけないしとか、そういう風に厳しい、なんていうの、そういう風に厳しいルールがたくさんあったわけ。ただヨーロッパは違ってました。ただヨーロッパって言っても国によっては違うと思うんだけど、店に行ってもマスクなしでみんながね、話してるし、どこにコロナウイルスに対する厳しいルールがあるんだろうっていう思うぐらい、日本と状況が違ったわけ。その時にね、日本と全然雰囲気違うじゃんっていう風に驚いたんだけど、これはね、国によって、全然違うのかなって思うね。それが僕がウイルスに関して、すごいびっくりしたなっていう風に、思ったことなんだけどさ。日本はそういう風に、コロナウイルスとかね、インフルエンザ、そういうウイルス全般に関しては、人に対して、自分のウイルスを移しちゃいけないなとか、そういう風に思うこと。失礼なことしちゃいけないなっていう風に思うことが、すごい多いんだけど、日本はね、そういう風邪とか病気とかに対しては、これもね、国によって、いろいろあると思うんだけど、え健康保険っていう制度があってね、病院に行くときに、利用者はね、3割負担でいいんだよね。病院の費用が3割、利用者は3割負担すればよくて、残りの7割は、健康保険って言ってね、国の国民の全員が加入しなきゃいけない、保険からその費用が出されるから、自分がね、負担しなきゃいけない費用は医療費の3割だけ。で、3割だけなのに、僕はね、めんどくさくて病院に行ってなかったんだよね。いや、ほんとにね、ありがたい制度があるのに、僕はね、全くその費用を、享受して、なんていうの？旨味っていうか、メリットを享受してなかったんだけど、僕はね、なんとさっき話した留学先でもコロナウイルスにかかったことがあります。で、さっき話したみたいに、僕の、僕の留学先、ヨーロッパではね、そういう日本みたいに、コロナウイルスに関する厳しいルールがなかったんだよ。マスクつけなきゃいけないとか、あとは、人と話しちゃいけないとか、そういうルールがなくてさ。で、僕はね、やっぱり、学生だったので、みんなと楽しく、いろんなところに遊びに行ったりしましたよ。だから僕はね、コロナウイルスにかかってしまったわけなんだけど、で、その時現地の医療制度もよくわからないと。仮にね、僕のヨーロッパの留学先に日本みたいな健康保険の制度があったとしてもだよ。僕は日本人だし、その保険の、その保険、が適用されるのかもよくわからないじゃん。で、僕はどうしようかな、病院に行こうかなってすごい悩んだわけです。多分コロナウイルスだけど、だし、体温も38度ぐらいあってすごい辛い。すごい辛いけど、果たして僕は日本じゃない、この自分にとって海外の国で病院に行けるのかなっていう風にすごい不安に思ったんだよね。ただ僕はその時に思い出したんだよね。僕はね、大学の交換留学で現地に行ったので、日本の大学でね、指定の保険に加入させられてたんですよ。で、その中に、風邪にかかった時のサポートっていう項目があって、なんと、僕が日本に風邪ひいちゃいましたっていう風に電話かけたら、全部現地の、え医者の手配とかしてくれて、なんと、現地の医者が僕の家まで来たんだよね。
で、その時、僕の家はね、寮だったんだよ。で、リビングルームを、複数人の人とシェアしてたんだけど、で、ずかずかと、医者が僕のために、僕たちのね、リビングルームに上がってきたんだよね。そしたらね、その、ルームメイトの人も、なんだこの人はみたいな感じで、その医者に視線を送ってるわけ。うん。で、僕もね、そのルームメイトに、ごめん、僕が、呼んだ医者なんだよっていうことを伝えて、見てもらったんだよね。で、見てもらったら、コロナウイルスだったんだよね。で、なんと、普通だったら、医者を呼んだら費用がかかるところを、なんと、費用がかからなかったんですよ。だからその大学で僕が入ってた保険がね、すごいなと思って。だって、僕日本語で電話したんだよ。その保険のサポートに。そしたらなんと、医者が僕の家まで飛んできて、僕のね、診察をしてくれたというね、そういうエピソードがありました。やっぱり、一人暮らしの時って、風邪ひいたらめっちゃ大変じゃない？ちょっと水飲むね。いや、僕ね、今こうやって一人暮らししてるけど、当時留学先でね、一人で暮らしてた頃って、僕にとって人生初めての一人暮らしだったわけ。で、僕はね、その時は、学生の頃はね、基本的に実家に住んでたので、僕が、風邪をひいてしまった時は、僕の、お母さんとかお父さんとか家にいる人が看病してくれてたわけ。うん。で、だから基本的に僕がやることと言ったら、ベッドで寝ることぐらいだったんだよね。うん。で、実家にいればね、その朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん、すべて、僕のお母さんが作ってくれましたし、しかもね、うん、なんかそういう朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん以外にも、ちょっとお腹が空いたらコンビニからね、何か、ゼリーを買ってきてくれたりとか、そういうことをね、一生懸命僕の親がしてくれたんだけど、だから留学先で自分がね、コロナにかかった時は、もう本当に一人暮らしで風邪をひいてる中、暮らすのって大変だなと思ったね。いや、マジで大変だよね。もう誰も自分のためにさ、助けてくれないし、しかも料理も作らなきゃいけないし、で、料理を作ってる時に、えーまあ、同じ寮で暮らしている人と会ってしまって、自分のウイルスをその人にかけてしまったらダメだなとか、そういう風に考えなきゃいけなかったし、うん、なんか本当に色々大変だったなと思った。ただね、そこで留学先で一人で暮らしたっていう経験があるから、今回、僕がね、風邪をひいても、一人暮らし辛いけど、なんとか生き延びることができました。はい。一人暮らしってね、実家と違って誰も助けてくれないからね、やっぱり人間はね、人と人の助け合いでね、人生成り立ってますからね。はい。で、僕が風邪をひいた時って、実家でね、お母さんがいつも作ってくれるものがあるんですよ。それがお粥ですね。お粥。柔らかいご飯だね。水分多めのご飯がお粥なんだけど、お粥を作ってくれてね。あとはお粥の他にもお茶漬けを作ってくれることもあったね。それが本当に美味しいんだよね。やっぱり、風邪をひいてる時って、普通の硬いものとか、ちょっと食べるの辛い時あるじゃん。そういう時にお粥は本当に良かったなって思うね。ただね、一人暮らしだとね、お粥作ってくれる人誰もいないからね。うん。ただ僕は、さっきも話したけど、一人暮らしでも病気に風邪をひいてしまっても、ご飯だけは絶対に食べなきゃいけないなと思っていて、やっぱりエネルギー補給はしないといけないなと思っております。はい。で、あとはね、気をつけていることとは、
言ったら何かな。あ、そうだ、加湿器買ったよね。そう、湿度調整もちゃんとしなきゃいけないなって思っててさ。実は去年僕はね、冬の季節は加湿器持ってなかったんだよ。うん。加湿器持ってなかったから、すごい乾燥してた環境の中で過ごしてたわけ。で、ここに湿度計があるけど、多分今、湿度50%とかで推移してるよね。で、去年の冬はね、僕は確かね、湿度30%とか20%とか、まあそういう環境で暮らしてたんだよ。で、湿度がそれだけ低いと、どういうことが起きるかっていうと、静電気がすごい発生するわけ。いやもう本当にすごいんだよ。まず朝起きて、自分の掛け布団をこうやってめくった時に、バチバチってすごい音が鳴るわけ。で、夜になると、静電気が光ってるのが見える。で、そうするとさ、単純に痛いじゃん。で、僕すごい、ビビリな性格だから、静電気が起こるとすごいびっくりしちゃうわけ。で、そういう静電気が起きるのも嫌だし、ウイルスが繁殖しやすそうな環境を作るのも嫌だから、という理由で、加湿器を買いました。多分ね、昔の僕のポッドキャストのエピソードでも、加湿器について話していることが話した気がするんだよね。うん。で、僕の中でね、加湿器ってすごい高額なイメージだったんだよね。まあ1万円とか2万円とかはするっていうイメージだったんだけど、僕が今回新しく買った加湿器はね、確か5000円ぐらいで買えた気がする。もちろん新品の加湿器ね。そう、もちろん新品の加湿器なんだけど、最近買いましたよ。うん。で、いろいろ調べたんだよね。加湿器の中でも、いろいろ種類があるよね。で、まあ、ただ単に細かくした水を放出する加湿器もあれば、僕が買ったみたいに、スチーム式っていうものもあるわけ。うん。で、スチーム式ってどういうものかっていうと、まあ、基本的にね、ずっとお湯を沸かしているっていう状態なんだよ。お湯を沸かして、その湯気を室内に放出するのが、スチーム式の加湿器なんだけど、まあ、そのスチーム式のね、加湿器買ってからね、ちゃんとこのように湿度も安定するようになりまして、このようにね、すごい快適な空間で暮らしているわけでございます。で、ただね、多分だけど、スチーム式の加湿器ってすごい電気代が高くなると思うんだよね。だって常にお湯を沸かしている状態っていうことじゃん。で、まあ、電気を使う製品で熱を発生させるもの。例えば、ドライヤーとかって、消費電力がすごい大きいでしょ。うん。だからそういった類の電化製品と同じだから、僕が持ってる加湿器って。だからね、まあ電気代がすごいかかってるんじゃないかなとは思ってるんだけど、まあ健康が第一だからね。多分電気代すごいかかってるんだろうけど、まだ僕はね、加湿器使い始めてからの電気代は確認していません。うん、まだ僕はね、嫌なものにはね、蓋をした方がいいからね。やっぱ電気代見たくないなと思って僕はまだ電気代を確認してないんだけど、まあ、確実に加湿器を使ってなかった去年と比べたら、確実に電気代は上がってるだろうね。うん。まあそんなことはどうでもいいんですよ。うん。まあ一番大切なのは、自分が健康でいるということですからね。うん。で、まあ他人に移さない、まあ自分が風邪ひいたとして、例えば、うインフルエンザになったとかそういうことがあったとして、まあ他人に移さないために、まあいろんなことをしなきゃいけないのが日本なんですよ。まあもちろん海外でもそういう文化はあると思うんだけどさ、僕が留学していた頃はですね、まあ日本みたいに、まあマスクをつけている人なんていないんだよね、基本的に。で、マスクをつけている人といえば日本人とか、まあ他はね、
アジアの人ですよ。基本的にマスクをつけている外国人、マスクをつけている人といえばね。で、だからね、正直、僕以外もコロナウイルスにかかってる人いっぱいいたんだよね。で、学生だから、いろんなところに行って遊ぶじゃん。だから、そういうことをしてると、もうウイルスがね、蔓延して、もうみんなコロナウイルスにかかっていたっていうイメージがあるんだけど、日本だとね、他人に移しちゃいけない。だけど、仕事は休めない。そういうね、矛盾した気持ちが交錯するんだよね、日本の社会人っていうのは。だから、風邪ひいてるし、体調悪いけど、会社に行って仕事しようって思う人がいます。だからね、オフィスで、咳込みながら、でもマスクして他人に移さないようにしながら仕事をしている人っていうのは多くて、で、会社によっていろいろ違うと思うんだけど、どうしても出社しなきゃいけない職種ってあるじゃん。うん。で、そういう職種についている人は、風邪ひいてても少し体調悪くても、出社しようっていう人は結構多いね。僕の友達もね、最近僕が会った友達も、家に、えー家で本当は休みたいんだけど、仕事をしなきゃいけないことがあるから、出社しようっていう風に、言ってる人もいたからね。そう。休むとね、仕事が溜まっちゃうんだよ。で、日本だと、それが普通なんだけど、海外ではね、それがおかしいことがあるかな。ちょっとね、海外での普通っていうのを聞いてみたいなっていう風には思うんだけど、日本の場合ね、風邪をひいたら休みたいんだけど、休んだらその分自分の仕事が溜まっちゃうから休めないって思っている人が多いわけ。あとはね、風邪をひいたらね、基本的に有給制度を使って、休むんだけど、その有給を利用して、旅行をする人とかっていうのがたくさんいるんだよね、日本だと。で、有給っていうのは、給料をもらいながら休める日のことなんだけど、有給の日、休める日、有給制度を使って休める日っていうのは、1年に何日間だよっていうのが決まっていて、例えば、風邪をひいたという理由で休んでしまったら、有給として使える日が1日なくなってしまうわけじゃん。そうすると、もともと旅行するために有給の日を温存しておいたのに、風邪をひいてしまったという理由だけで休むのはもったいないって考える人もいるわけよ。うん。ってなるとね、余計有給の日に、余計風邪をひいても休めないという、そういうね、現象が起こってしまうんだよね。だからね、会社を休むっていうのはね、いろんな感情が入り乱れますよ、日本人は。まず一つ目の、感情は、えー他人にウイルスを移してはいけないから行かない方がいいんじゃないかとか、そういう感情だよね。で、二つ目の感情が、いや、でも今日は、会社行かなくて仕事しなかったら、自分の分の仕事が溜まってしまって、未来の自分が苦労することになるな。それが二つ目だよね。で、三つ目が、今日休んでしまったら、有給の日を一つ消化してしまうな。これが三つ目。だからね、休むか休まないか、風邪をひいた時に会社に行かない、行く、そういうことを決断するときはね、いろんな感情がね、日本人の中には、えー出てくるんだよね。でもどうなんだろう。これ、なんかね、僕は基本、留学で西洋の文化に触れるということはあったんだけど、社会人として日本の外でちゃんと生活したことがないわけだよ。で、日本に住んでると、日本人は働きすぎだとかね。
言われることがよくあるんだよね。そう、日本人は風邪をひいてるのに会社に行くのかとか、そういうことを、そういう情報を結構耳にすることが多いんだけど、どうなの？みんなの国では、風邪をひいたら休むことが当たり前なのか、風邪をひいても会社に行く。そう、だから、基本的に日本とはあまり変わんないよっていう感じなのか、どうなんだろう。ちょっとね、それが気になる。それがめちゃめちゃ気になるし、多分これもね、国によって違いがすごいたくさんあると思う。で、僕の予想だと、アジアの地域はね、日本とすごい考え方が似てるんじゃないかなとか、そういう風に思うんだよね。日本、あとは韓国とかはね、日本とすごい近い文化なんじゃないかな。これは勝手な僕の想像なんですけども。うん。だしさ、今はさ、そのリモートで働ける会社っていうのがすごい多くなってきたじゃん。だからリモートだったら別に出社しなくても働けるなっていう風に考える人も多いと思うから、だからね、知りたい。その風邪をひいた時に仕事をするのか、しないのか、ちゃんと休むのかっていうのをね、すごい気になるな。だから、仕事と風邪、仕事とウイルス、そこの両立ってすごい難しいんだよね、日本だと。一番いいのは、そもそも、風邪をひかないことなんだけどね。だってさ、風邪ひいたらさ、めっちゃ暇じゃない？めっちゃ暇だよね。で、なんかさ、風邪ひいたら、その仕事しなくていいよね。仕事しなくていいっていうか、風邪ひいたらさ、仕事する元気が出てこないじゃん。でしょ？で、だから、することと言ったら、基本的にね、SNS を見ることぐらいだよね。だから、元気な状態だったらさ、本を読むとかさ、その、能動的に自分から情報を取りに行けるじゃん。例えば、夜散歩をするとか、能動的に動けるでしょ。ただ、風邪ひいてる時ってさ、何もする気が起きないでしょ。やる気が出てこないじゃん。あの時間マジで暇だよね。そう、何やったらいいかわからなくなるんだよね、風邪の時って。で、僕はね、基本的にだから学生時代だよね。実家に住んでいた時は、基本的にテレビを見てたかな。うん。ただ、今ね、一人暮らしになって、風邪をひいた時は、基本的には、ずっと YouTube とか SNS を見てるね。何も考えなくていいじゃん。うん。別に脳も疲れないでしょ。ただ動画を見てるだけって。ただ、つまんないよね。ずっとそういうことをしてるのって。なんか、目も痛くなってくるしね。ずっと、その、映像を見てると。うん。だから僕は、風邪をひいた時に何をするべきなのかっていうのを知りたい。風邪ひいたらさ、何やればいいかな？風邪ひいたら何すればいいと思う？料理とか？でも料理って疲れない？結構体力使うよね。簡単な料理だったらいいのかもしれないけど、例えば、風邪をひいた時に肉じゃがを作るとかなったら、肉じゃが作るの何分かかるんですかっていう、そういう話になっちゃうでしょ？あれ？じゃあそれをちょっと考えたいかも。YouTube とか、だから携帯をいじる以外に、風邪をひいた時にやるべきことってなんだろうね。映画を見ることとかかな。でもそれいいかもな。映画を見ること。やっぱりね、今ね、ウイルスが流行っている時期ですから、風邪をひいた時に、な自分が何をするべきかっていうのを考えておかなきゃいけないよね。なんだろう。でも、僕だったら、YouTube の生配信をするとかかな。今こうやってさ、今僕元気だから、こうやってすごい元気にみんなにこうやって話しかけてるけど、元気がない時の僕をみんなに見てもらうのも結構面白いかもね。
面白そうじゃない？元気がない時こそ、えーライブ配信をして、元気がない状態の僕を見てもらって、で、それがね、みんなの日本語の勉強になるかもね。あ、日本人って元気がない時、こういう日本語を話すんだみたいな、そういう発見があるかもしれないね。あと何なんだろう。あといいこと、何かやるといいことあるかな。でも、それ以外ないよな。やっぱり映画を見るとか、え SNS を見るとか、やっぱり映像を見ないと映像を見ることばっかり考えついちゃうんだけど、なんか裁縫とかやった方がいいのかな。なんかね、な編み物が流行ってない？編み物やってる人いない？僕の友達もね、編み物をやって、自分でマフラーを作ったりしてる人いるんだよ。で、編み物をやってる時ってね、無心になれるんだって。何も考えずに熱中できるんだって。あれ、編み物やってみようかな。もしかしたら風邪をひいた時って、編み物をするとかがすごいいいのかもしれない。うん。ちょっと今考えたので、次回風邪にかかったら、やっぱり僕はね、編み物をしようかなと思います。うん。編み物でね、何作ろうかな。マフラーとか作ってみてもいいかもね。今冬の季節だしね。冬の季節だから、マフラーとか作って、うん、編み物やってみようかな。だからそれだけ、暇つぶしってすごい、なんだろうな。暇つぶしって何すればいいのかって、すごい考えちゃうことあるよね。僕はね、最近暇になった時に、本をたくさん読むようになったんですよ。前のポッドキャストでも話したんだけど、あの、日本の図書館って基本的に無料で利用できるんだよ。で、その図書館にない本もあるでしょ？で、そういう本が、例えばね、自分が読みたい本が、その図書館になかったとしても、そこで諦めなくていいわけ。うん。なんと、大体の図書館は、リクエストすれば、どうにかして本をね、入手して僕に貸してくれるわけ。で、それが前、一回あったんだよ。僕がね、最近面白いなって思ってるお笑い芸人の方がいて、そのお笑い芸人の方の本を借りてみたいなって思ったわけ。で、そのお笑い芸人の方の、半生とかをね、綴ってる本なんだけど、借りてみたいな。で、僕はやっぱりケチな男だから、わざわざ本を買うことはできないわけ。本を買うってことはお金かかっちゃうでしょ？だから、どうにかして図書館で借りたいなと思ってさ。で、自分の最寄りの図書館のデータベースを調べて、ネットでね。調べたら、その本がなかったわけよ。うわぁ、僕が買いたい本ないかと思って残念だなっていう風に思ってたんだけど、よくよく調べると、リクエストができるみたいで、その、その図書館に所蔵されてない本を僕がリクエストできるわけ。で、いろいろね、細かい情報を書いたんだよ。本のタイトルと、著者名と、あとはどの出版社から出版されている本なのかっていう、そういう細かい情報を書いて、その図書館に提出するんだよね。で、リクエストを出してから何日ぐらいかな。1週間か2週間ぐらいで、本が用意できましたってメールでお知らせが届いたわけ。あれもうこんなに早く、用意できたんだと思って。で、僕はてっきり、えー新しい本をその図書館が買って僕に貸してくれるのかなって思ったんだけど、そうじゃなくて、僕が行ってる最寄りの図書館とは、また別の地域の図書館からその本を借りて、
僕に提供してくれたわけ。だから、多分ね、用意できない本ほとんどないと思う。もちろんすごい貴重な、例えばね、世界で、10冊しかありませんみたいな、そういう本は多分リクエストしても、借りることはできないと思うんだけど、ある程度一般的に売られている本だったら、何でも借りれると思うんだよね。だから僕その時感動しちゃって、で、その後にもね、何冊か、その図書館に置いていない本を予約しました。うん。で、本を最近、暇つぶしで読んでるんだよね。さっき画面たくさん見るのはあんまり良くないなっていう話したんだけど、やっぱり紙とか光らないものを見たいなと思ってさ。こうやってさ、パソコンの画面とか見てると、その明かりで目が疲れちゃうじゃん。だから発光しない何かを見たいなと思って、本を最近読み始めたんだけど、最近気づいたんだけど、その本を照らすためのライトが必要なんだよね。そう。いや、僕の部屋、ライト、全然ない。いや、僕の部屋、電気はあるよ。ライトあるんだけど、夜はできるだけ暗く過ごしたいわけ。前のポッドキャストでも話したけどさ、その、より良い睡眠を取るためには、夜になったら部屋を暗くすることが必要っていうのをね、前、睡眠学者の人が言ってて、それを実践してるから、で、しかもね、僕の家についてる、この部屋についているライトが、温かみのない真っ白な色なんだよ。で、温かみのあるその暖色のライトがないからさ、基本的に僕のメインのライトは夜はつけてないんだけど、その状態で夜本を読もうと思うと、もう暗くて文字が見えないわけ。そう。そう暗くて文字が見えなくて、最近はね、ライトを買いたいなっていう風に思ってます。で、ライトね、いろいろ探してるんだけど、なんかいいのが見つからないなっていう感じなんだよね。で、暗い環境の中さ、カメラで映像を撮っても、若干、その画質が悪くなるじゃん。で、一番直近の僕のライブ配信の生放送の映像とか、暗い環境で映像を撮ってるんだけど、若干ね、画質が悪くなってるんだよね。それは部屋が暗いから。だから、僕もね、なんかライトを新しく買って、明るい環境で、こうやって日本語のポッドキャストの、録画とかライブ配信をやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、今ね、ライトを探しているところなんだよね。で、暖色のライトがいいかなっていうふうに思ってるんだけど、できればね、その暖色とか、その色の色を、とか明るさを調整できるような、そんな感じのライトがあったらいいなっていう風に思ってるんだよね。なんかいいのないかな。で、できればね、なんか、このデスクの、このデスクに、設置して、アームにして、アーム式のライトにしたいなっていう風に考えてるんだよね。そう、だから、もしかしたらね、これから、あと何日かしたら、僕の部屋に、ライトが来るかもしれませんので、その時はぜひ皆さん、よろしくお願いします。ライトはね、僕もね、その、ライトをなんで今まで買ってなかったかっていうと、さっきの睡眠の話もあるよ。できるだけ夜は暗い環境にした方がいいっていう、そういう話もあって、ライトを買ってなかったんだけど、すぐにね、この家から引っ越すかなって思ってたんだよね。もちろん、近いうちに引っ越しはしたいなと思っててさ。あの、やっぱり、生きてるうちにいろんなところに住みたいじゃん。だから、すぐ引っ越しできるように、家の中のものを、できるだけ少なくしようっていう風に考えてたんだけど、今着々と、物が増えてきてるね。着々といろんなものがこの家に増えてきてしまっている。ただ、引っ越しをするときはね、引っ越し屋さん雇いたくないなとは思ってるんだよね。できるだけ
その自分の、まあ力で引っ越しっていうものをね、うん、やりきりたいなと思っていて。まあ、引っ越しってすごいお金がかかるっていう風に聞いたことがあるんだよね。まあ、周りにさ、引っ越しをしたことがある人のってたくさんいるじゃん。その人とかの話を聞くと、引っ越しはね、お金がかかるっていう風に言ってたからさ、だって、大きな家だとさ、4人とか5人とか人を雇わなきゃいけないし、まあ、トラックが用意されると思うし、だからね、まあ確かにそういう風な、まあ大掛かりに引っ越しになればなるほど、まあその費用って高額になっていくのかなとは思うんだけど、まあ僕がね、目指しているのは、その自分がね、自分のこの家にあるものをすべて車に乗せて、引っ越しをしたいなっていう風に思ってるんだよね。だってそしたらさ、引っ越しの、引っ越し屋さんを雇うお金かかんないでしょ。だからそれを目指してやってるんだけど、だからまあ多分引っ越しをするときは、まあ大きめの車を借りて、まあそれで引っ越しの作業をすることになると思うんだけど、どうだろうな。まあ今の部屋の様子を見ると、結構大きめの、結構大きめの車を買いなきゃいけないかもしれないな。うん。まあね、でも、ライトを次に買ったらまた新たに、うーん、買うものはしばらくはないかなって思うんだよね。まあ、最近買ったその加湿器だよね。加湿器がね、意外と大きくて、その、ネットで注文したんだよ。僕の加湿器。で、その加湿器ネットで注文したからさ、ネットで注文するときって、その加湿器の写真しか見ないじゃん。で、これくらいの大きさかなと思って買ったら、めちゃめちゃ大きかったんだよね。想像の2倍ぐらいの大きさの加湿器だったから、うわあ、結構大きかったな、これ引っ越しするときすごいかさばるなとか思ってて。で、今何を悩んでるかっていうと、多分だけど、加湿器を使わなくなる時がまた来るでしょ。多分、3月ぐらいになったら、まあ、乾燥した空気もどんどんマシになってきて、加湿器いらないなっていう風になってくると思うんだよね。で、夏になったら日本の夏は蒸し暑いですから、逆に乾燥させなきゃいけないんだよね、部屋の中の空気を。ただ、その夏の間どこに置いとこうかなと思って。で、加湿器買った時にさ、その加湿器が入ってた箱あるじゃん。その箱も捨てちゃったんだよ。いや、それがね、結構、僕の中では大きな過ちだったかなと思っていて、箱があったらさ、その箱の中にその加湿器を入れて、どっか物置かどっかに置いておけるんだけど、その箱を捨てちゃったから、どうやって夏の間加湿器を家の中に取っておこうかなっていうのを今すごいね、悩んでるんだよな。だから、そうだな。だから、毎年その加湿器を買って捨ててっていうのを繰り返してたらめちゃめちゃもったいないし、かといって、そういう大きな加湿器をどういう風に、まあ家で保管すればいいのかっていうのも悩ましいところだし、まあそんな感じでね、まあ今は、まあね、いろいろ悩みがございますよ。うん。まあでも、まあ久しぶりのポッドキャストに今日はなってしまったんだけど、楽しく生きております。皆さん調子いかがでしょうか。まあこれからもっとね、寒い季節になっていきますよ。今まだ11月でしょ。今12月、1月、2月。だから2月とかになったらさ、マジで寒いじゃん。そんな寒い環境でも、僕はね、ポッドキャストをこうやってみんなに配信していきたいと思いますし、多分ね、僕のファッションもどんどん変わっていくと思う。今これ11月のファッションはこんな感じだけど、多分ね、もっと寒い季節になってったら、もっとね、暖かい格好をすると思うので、まあ僕の、そうだな、まあファッションにも期待して、僕のYouTube チャンネルを楽しんでいただければなと思います。はい。
はい。今回はね、久しぶりのポッドキャストになってしまったんですけれども、皆さん楽しんでいただけましたか？いや、なんか、僕はね、めっちゃ楽しかったね。すごい、大きな声で喋ってしまった、ポッドキャストになったんですけれどもね、皆さんの睡眠導入になっていれば幸いでございます。はい。というわけで、今日のポッドキャストはこれでおしまいにします。皆さん、ありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。